どうもこんにちは、川口健です。去年11月の展示会で初めて受注開始した MTO メイドトゥオーダーの製品が仕上がりましたので、今日は完成品紹介していきたいと思います。ご注文いただいたお客さんには逐一連絡はしていたんですが、シューツリーの仕上がりにちょっと時間かかっちゃいまして、それで納期が少し遅れてしまいました。いや、本当に申し訳なかったです。この動画が上がる頃には皆さんの手元に靴が届いていると思いますので、喜んでもらえていればとても嬉しいです。やっぱり一番人気だったモデルはチェスナットエプロンダービーですね。そして2番人気だったのがスノーベル、丸っこい雰囲気の3アイレットプレントです。で、革はイノシシ革、クマ革、そして新コード版が人気でしたね。いろいろなモデル、いろいろな革でご注文いただいて、完成品すごく面白いのばかりなので、今回紹介していきたいと思います。こちらスノーベルですね。革新コード版のナチュラルです。コード版のナチュラルっていうのは少しピンクがかるんですよね。で、この新コード版プルアップといって、引っ張った部分が少し色が抜けるんですよね。この辺とか少し色が薄くなったり、この辺は少し色が濃かったりとか、微妙な色の陰影がつくのがすごく面白い素材です。なんといってもやっぱこの光沢感ね。しかもこのスノーベルは前後2ピースで撮ってる贅沢なパターンなので、かかとはシームレスヒールになってます。コバが丸コバ、アッパーの革に合わせてきなりと白ステッチでやってますね。こちらはアルダー外側のプレートダービーですね。これ仕様がダブルソールになってて、少しソールが厚くどっしり感が出てますね。アッパーはイノシシのダークブラウン、毛穴と脂肪感が特徴ですね。イノシシの皮は結構個体によって表情が若干違ったりするんですが、この個体は比較的光沢感のあるものですね。この辺はやっぱりイノシシの野生のものということで、多少の差っていうのは出てきてしまうんですが、このそれぞれ違ったかっこよさあると思うので、それでも楽しんでもらえればなと思います。こちらイノシシ側黒ですね。人気モデルチェスナット。黒のイノシシ側は茶色とまた雰囲気が違って、かなりどっしり迫力のある感じありますね。イノシシ側というのは本当カジュアルな雰囲気かつドレッシーなどこか引き締まったような雰囲気もあるので、こういう正統派クラシックカジュアルみたいなそのデザインも抜群に合いますね。同じイノシシ側なんですが、色がナチュラルですね。ガラッと雰囲気変わって、軽快な大人の上品なおしゃれみたいな、そんな雰囲気がいただいてます。で、イノシシがヌメ革なのでかなり経年変化がすると思いますね。特にこのナチュラルな色っていうのはよく言われるヌメ革の飴色に変化していくっていう、だんだん全体の色が紫外線だったり、あとクリームの染み込み具合で、変化していくっていうのが顕著に見えると思います。すごく経年変化面白そうな顔ですね。こちらの靴がソートゥースですね。外羽のパンチドキャップトですね。カントリーなちょっと武骨なパンチドキャップトですね。革はツキノワグマの革です。イノシシ側と比べると少し脂肪感っていうのが細かめでつぶつぶした感じがあります。イノシシ側の方がより毛穴が主張するような感じですね。こちらのモデルはフルハンド仕様になってまして、ダブルウェルトなんですが、よりこのコバのあたりの緻密感、精密に靴との一体感っていうのが革仕立てよりも感じられるかなと思います。で、フルハンドの特徴としてはこの目付けのやっぱりパッキリ感っていうのがあるんですけど、このダブルベルトでやる場合はドレッシーなモデルに比べるとダッシュネイステッチを粗めに塗るんですよね。で、そこをしっかり目付けを入れることによって、すごくこのコバのこのギザギザの光沢感が目を引いてかなり迫力が出ます。こちらはイノシシ側のスノーベルですね。スノーベル大面積なので、もちろんコード版も映えますけど、こういうこの顔の表情のあるイノシシ側なんかもかなり面白い。スノーベル自体はカジュアルというよりはどこか上品な感じ、エレガントがあるデザインだと思うんですけど、このイノシシ側ワイルドとは言いつつもあんまりカジュアルすぎない質感もあるので、かなり面白くかっこよく仕上がっていると思います。こちらはソートゥースですね。アッパーは新コード版、色はコニャック。僕が以前最初に
自分用に作った新コード版、あの色がコニャックなんですけど、それと同じです。先ほどのナチュラルと同じようにプルアップするので色の濃淡が絶妙にあります。ものすごい奥行き感のある光沢ですね。これらの靴は最後仕上げの磨きしてるんですが、そんなにワックスをのせてピカピカにするっていうことはしてなくて、クリームを入れて最低限の保湿をしているという感じなので、ぜひお客さんの方でご自分で磨かれたり靴磨きさんに出してもっとピカピカにして履いていただければと思うんですが、この状態でもさすがの光沢感だと思います。そしてこちらはオークですね。先ほどのパンチトンのウィングバージョンですね。これは先ほども言った僕の最初に作った新コード版の靴と同じデザインになります。アッパーが白のステッチで、それに合わせて出し縫いの糸も白のステッチになっています。このアッパーの色はオークに関しては白と革と同系色を選ぶことができます。ソールの仕様としてはこちらダブルソールになってますね。そしてスチールついてます。トースチールはやはり人気というか、多くの方がトースチールは選ばれてました。やっぱり最初つま先っていうのは削れやすいので、あった方が安心ではありますね。こちらソートゥースですね。これはイノシシ側のダークブラウン使ってます。こちらは結構脂肪感が深くて、どちらかといえばマットな雰囲気があります。先ほどの新コードバのソートゥースとか熊川のソートゥース、同じモデルなのに顔が変わるだけでガラッと雰囲気変わって面白いですね。サンプルやっぱり作れるのに限度があるので、こうしてお客さんの靴でいろんな革で靴を見れるっていうのは本当に靴好きとしてもこのデザインをした身としてもめちゃくちゃ嬉しいですね。こちらはスノベル、アッパーがイノシシ側のナチュラルを使ってます。これまた通好みというか、このドレッシーめな繊細なデザインにがっつり経年変化するような革を乗せるという今後の変化が楽しみな一足なんですが、こちらフルハンド仕様になってますね。くぶ仕立てに比べてウエストをさらに絞り込むベベルドウエストが可能になります。履けば見えないんですが、やっぱりこの革靴のディティールのそのこだわりポイントではあると思うので、ご希望であればこういうのも可能です。ちなみにこれ逆足なんですけど、すごく特徴的な生傷、戦闘傷が野生で生きていた時にできた傷ですね。イノシシ側はその野生のものなので、そういった傷っていうのはあえてデザインの中に取り込んで、それも楽しんでもらえたらというような革なんですが、ここにこうビーッとバツのね印が入ってるんですよ。流浪に献身みたいな。これかっこいいんですよね。革って2つとして同じものはないとかって言うじゃないですか。もちろんそれはそうなんですけど、イノシシ側のこういった生前の傷っていうのはまさにその個体が生きた証なので、靴には絶大な個性を与えてくれると思います。こちらもスノベです。本当たくさんでスノベルチームいただいてますね。こちら革がヤギ革ゴートですね。脂肪感あるんですが、かなり細かめの繊細な脂肪感で、そして皮がねすごく柔らかいです。なので熊革とかイノシシがちょっとワイルドすぎると、だけどツルツルの革よりはなんかちょっとあった方が履きやすいかな、使いやすいかなみたいな場合には、このヤギ革っていうのはちょうどいい質感でおすすめですね。なんか脂肪と言いつつかなり繊細なので、なんかドレッシーな雰囲気がね漂いますよね。これサイズがねすごく小さくて 22.5 センチです。女性のお客さんにもフィッティングシューズ履いて足が合えば全然お作りはできますので、気になる方はぜひ一度履いてみてほしいですね。こちらはオークです。これ個人的にかなり好きなんですけど、オークってカジュアルなデザインとして、先ほどの新コードガンの白ステッチのものっていうのを僕が最初に自分用にデザインして、それを今 MT モデル化してるんですね。なんですが、これはダークブラウンの色中のボックスカーフを使って、そして糸をね同色で仕上げてるんですよね。なのでこの少しカントリーでカジュアルな雰囲気のあるオークが一気にドレッシーな雰囲気を漂わせたというかね、オークってこういう表情を見せてくれるんだなと気づかせてくれたというか、革とアッパーでも全然変わってくるなというのがより実感した一足です。これソールダブルベルトになってまして、フルハンドメイドですので、このコバの根付けのあたり
ベルトとアッパーの食いつき具合なんかがクブ仕立てと比べてさらに一段上の仕上がりになってると思います。もちろん遠くで見たら全然わかんないですし、多分靴詳しい人が見てもあんまり違いってわかんないと思うんですけど、やっぱりそこには明確な違いはあるとは思うので、もちろん実用で言えばクブ仕立ては本当十分です。クブ仕立ての中ではクオリティはトップレベルだと思います。ただやっぱりフルハンドにしか出せないものっていうのもありますので、その辺がお好きな方、キスザワークとしてはそこにお答えできますので、よかったらフルハンドもね選んでみてください。こちらはチェスナット、イノシシがダークブラウンですね。この辺の組み合わせも間違いないですね。チェスナット、モカがつまみモカで手縫いなんですけど、糸のこのボコボコ感っていうのがすごくよく見えますね。革の質だったり厚みだったりで、このボコボコ感は変わってくるんですけど、これすごく綺麗に出てますね。こちらチェスナットの月のワグマです。ナチュラル色ですね。イノシシ側のナチュラルと比べると、これも個体差あると思うんですが、こっちがイノシシ側、こっちがクマ側、よりクマの方が白っぽい感じですね。これとこれ同じデザインの靴ですから、もう与える印象全く違います。こちらスノーベルのイルチャのミュージアムカーフを使ったものになってます。村感非常に綺麗ですね。海とか宇宙のような深いネイビーです。ちょっと今日曇ってるのであれなんですけど、太陽光に直接当てるとかなり青みを見せてくれて、室内ではかなり黒っぽく見えるんですけどっていう、その差がミュージアムカーフはすごく面白いと思います。こちらのモデルフルハンドで、ベベルドウエストになってるんですが、さらにフィドルバッグついてるので、ウエスト部分に三角形の隆起がありますね。そしてハンカラス、もちろんね、このソールの仕上がりっていうのは履けばもう削れてしまうんですが、履く前にちょっと何日かね眺めて楽しんでいただければと思います。こちらモデルペカンですね。内羽のパンチのキャップとです。黒のボックスカーフを使った正統派なクラシックな靴になっています。ただライニング赤使ってますので、靴を脱いだ時になんか変わった靴だなというね主張すると思いますね。ライニングで遊ぶっていうのは面白いですよね。キズザワークで今ライニングでは、全7、8色ぐらい用意してますので、クラシックな靴だけどちょっとライニングで遊ぶみたいなのもおすすめです。ここでちょっと一つお知らせなんですが、ミュージアムカーフがですね、次の受注会以降アップチャージちょっといただくことになりました。これは輸入の革の値上がりももちろんそうなんですが、なぜこのミュージアムカーフの靴を作らせていただいて、最初に分かっておけっていう話ではあるんですけど、作ってみてあまりにも革のぶどまりが悪いなっていうのが判明しまして、ぶどまりというのはこの革1枚の中から何足その革を取れるかっていうことなんですけど、ミュージアムカーフが結構虎とかちょっとシワっぽいのとか血筋っていうのが目立つ革で、それをやっぱり靴に入れてしまうとやっぱりその釣り込みに影響が出たりとか、履いた時の見た目ですね、変な模様が見えたりとかっていうのが出てしまうので、それを避けるために1枚の革から2足ぐらいしか取れないんですよね。それによってその革を1枚買っても使える分っていうのが少なくて材料費がかさんでしまうということで、アップチャージとして次回から9900円いただくことにしました。僕もミュージアムカーフすごく好きなので、ぜひ多くの方に履いていただきたいなとは思っているので、そのアップチャージをいただいた以上は綺麗な部分を使ってミュージアムカーフの美しい村感を最大に楽しめるように作っていきたいと思います。さて、ということで MTO の完成品紹介しました。かなり足数もありまして、今回紹介しきれなかったものもあったんですが、 MTO を注文してみたいなという方とか、2足目以降ご検討の方は次回以降の参考にしていただければなと思います。そして今回ご注文いただいた方ありがとうございました。こんな感じで動画で紹介もさせていただきましてありがとうございます。どんどん MTO の新モデル、選べる革など増やしていきたいので、今後とも応援よろしくお願いします。こうしてオーダーいただけると頑張って作ってよかったと思いますし、たくさんご注文いただければ新しいデザインの開発だったり新しい木型の開発にどんどん回せますので、欲しいけどどうしようかなって迷っている方はぜひ一足お願いします。そしてこういうデザイン欲しいっていうのを展示会とか受注会で僕に伝えていただければ僕覚えてますので、すぐに実現はできないとは思うんですが、どんどん展開していくうちにクロケット・ジョーンズみたいなめちゃくちゃモデルいっぱいあるじゃないですか。ああいう風になっていければなと思います。
ということで今回この辺で、それではまた。